wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy本日はね、12月25日、クリスマスの日なんですけれども、一番くじでも、激アツなラインナップが発売されたということで、遊戯王の一番くじが発売されたんですよ。で、さらに、同じ日に、実はね、ヒロアカの一番くじも発売する予定だったんですけれども、なんかヒロアカは延期したみたいで、いや、ヒロアカがもし開催されてたらなかなかね、お金を使ってたんじゃないかなということで、だから、ちょっと延期してよかったんじゃないかな。コンビニのね、店員さんにも聞いたけど、ちょっと安心してたみたいです。ね、遊戯王と、だってヒロアカが2つね、同時にもし発売してたら、もう一番くじがわからない店員さんからしたらもう、ワンやよ。もう本当に。めちゃめちゃ大変だったと思いますよ。ブース作ってさ、陳列もしないといけないし、並べないといけない。二つね、もし一緒のくじがあったら、難しかったんじゃないかなと。店員さんも良かったし、うちらね、コレクターも一つで助かりました。はい、ということで、本日は遊戯王のね、一番くじ。はい、私これ本命でしたね。今回のヒロアカのくじより本命で狙ってました。遊戯王ね、今回一番くじ初めてじゃないかな。今までないよね、一番くじ。どうしてもね、全賞ちょっと欲しかったんで、はい、無事ゲットして参りました。でね、ちょっとね、陳列してるところを見たらね、第一印象ね、パッと見、そんなにでかくないな、みたいな。でもでかいか。いやでもなんかちっちゃいなと思って、こんな感じなんですねと思って。実際フィギュア、クオリティ求めたらダメなのかな。でも実際見てみないとわかんないんで、だから思ったよりね、箱がちっちゃかったっていう印象ですね。第一印象で、ブルーアイズもね、どうなんですかね。言い方あれだけど、プライズ品でもなんかありそうなレベルよね。あとこれも、この D 賞の僕ミニフィギュア結構ね、楽しみにしてて、これ見る？これはぜひともね、全種類揃えたいですね。月の魔術師クリボー、トゥーンブルーアイズとマシュマロンね、この4つはぜひともね、当てて開封して見ていきたいなと。早速、開封していきますか。はい、じゃあこれ、遊戯ね、開封します。今回ね、開催店舗がね、結構少ないんで、もしかしたら手に入れづらいかもしれない。やっぱみんなヒロアカをやっぱ注文してたんで、今回狙いづらいかもしれないけど、よかったよ、俺も無事ゲットできて。どんな感じなんだろうね。で、組み立てするぞ、これ。俺組み立てできるかな。はい。ブリスター入りですね。で、こちら、空っぽね。ちっちゃいね。やっぱフィギュアめちゃめちゃちっちゃいですね。どんな感じになるかわかんないですけど、はい、開けます。楽しみ。めっちゃ。これどうなんだろう。どんな感じになるんですかね。まず、一番大事なのは、遊戯のね、造形ですよね。でも今回俺、フィギュアの造形というより、この後ろにあるカードたちが僕気に入ってて、この遊戯たちが使ってる主力のモンスターたちがカードになって、なんかこう題材になってるんで、そこが僕一番気に入ってるんですよ。だから正直あんまりフィギュア自体は期待はしてないけど、どうかな。いいじゃん、結構。いいね。カードも持ってるね。思ったよりいいですよ。で、スタイリッシュだね。また足が長いこと。でもサイズいいかもしれない。いつもね、でかいフィギュア見てるんであれなんですけど、いや、でもいいぐらいのサイズじゃないかな。闇のゲームの時間だ。海馬くん大豆はこんな感じですね。闇遊戯ってね。ちょっと組み立てが厄介だな。なんかこんなのありますね。これ、やばいぞ。俺、組み立て、今日できるかこれ。これが、背景。めっちゃいいじゃん。はい。見える？こっちにブルーアイズと、で、こっちがブラックマジシャン。で、これ多分会話と遊戯かな。はい。昔のエジプトの時代でも戦ってたよ、みたいな。で、こっちが多分三神竜だよね。オベリスク、オシリス、ラーの翼神竜かないいんじゃない？はい。これが多分台座の後ろ背景だよね。組み立て、俺できるかな。ちょっとこれにパーツを入れていくみたいです。めっちゃいいじゃん、なんかこのカードたち見て。マジシャンオブブラックカオスだっけ？カオスソルジャー。ブラックマジシャンガールに、これなんだっけこれ。天秤のやつで、オシリスとブラックマジシャン。ブラックマジシャンがやっぱ主流だからやっぱでかくなってるね。これサイズがそれぞれ違いますね、バラバラで。組み立てていきたいと思います。まずこれパーツ全部取ります。6箇所の一つにこれ入れていくと。多分これ、ちょっととりあえず入れていきますね。多分こうだ。やば、うまっ。センスあるわ、やっぱ。これ、うまいわ。これいけるぞ、俺。こういうことでしょ？で、こうかな？こうだと。結構奥まで刺さないといけないかもしれない。よし。6つね、とりあえずパーツを全部入れましたと。このカードたちを、こちらにつけていくと、こういう風になるってことでしょ？ここにブラックマジシャン。これか。入りました。よくない？ちょっと斜めでできると。上かな？こっちかな？オシリス。こんな感じ？これいいじゃん。で、ブラックマジシャンガールが、このオシリスの下。これ。
はい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 。映えてきてる、映えてきてる。そして、この魔法カード。自分でこれ調整できますね。縦でもいいし、斜めでもいいし。はい、カオスソルジャー。カオスソルジャーがこっち。カオスソルジャーかっこいいよね。こんな感じ。マイシャンオブブラックカオスね。めっちゃいいじゃん、これ。遊戯王世代からしたら激アツで、台座をこっちにポンと刺します。そして、遊戯を、ここで、海馬くん見て。やばくない？デュエルの時間だ。闇のゲームの時間だよ。さあ、来て戦いましょう。勝って見てみないと、わかんないよね、良さなんて。めっちゃいいやん。やっぱりね、予想通りこの、後ろの台座めっちゃいいっすね。こう、カードが飛び出そうとしてる感じ。そしてこの遊戯ね、遊戯僕結構ハードル低めに考えてたけど、全然いいですよ。造形は。これは良くないですか？はい、ということで、まずね、1体目、遊戯。いやー、ちょっとこれは来たね。あとこれね、はい、厄介なのは、遊戯とブルーアイズはワンロットに2体ずついたんですけど、このね、海馬がラストワンなんですよ。ライブワンロットに1体しかない。こいつが厄介ですね。だから海馬をゲットするんだったら、もうほぼロット買いしないと無理じゃんっていうね。これやり方うまいわー、これまた。だって海馬絶対必要じゃん。まあでも、今のこの遊戯を見たら、海馬もめちゃめちゃ楽しみっすね。はい、海馬もね、同じく、こんな感じで説明書あります。もうちょっともう、組み立て1回分かったんで、もうパパッと、ね、中はない感じでね。そうね、もうパパッといけますね、これ。ちょっとパパッと開けます。はい、組み立て完成しました。こちら見てください。これなるほどなるほど。これいいんじゃないでしょうか。やっぱ台座あることによって、めちゃめちゃ映えますよ。瀬戸、海馬ね。こういうことですよ、これ。こういうこと。こういうことってよくわかんないけど。で、それぞれ白カードが戦うみたいな。海馬くん来い遊戯今日こそ決着をつけようデュエルスタンバイ。まあみんな全章のフィギュア見たいと思うんで、こちらね、ブルーアイズを開けますか。ちょっと辛口になるかもしれないけど、あんまりね、期待はしてないです。ただ、遊戯と会話に関しては、個人的にめちゃめちゃ大満足。ほら、今、ブルーアイズ開封したらこんな風になってた。これオークションとかフリマで送られてくるなんか中古のフィギュアを買った時にこうやって包まれない？なるほど。このままですね。で、なんか、説明書みたいなの入ってました。これ何なんだろう。羽を差し込めるみたいですね、羽は別ですね。羽は別であって、こんな感じですね。いいんじゃないブルーアイズも。この人見たらなんかティガレックスみたいよね、羽がなかったら。じゃあ羽も組み立てますか。初代の遊戯王しか知らないんですけど、遊戯王好きだったらめっちゃ嬉しいっすね。やっぱ楽しい。昔の記憶を思い出しますよね。これもうそのまま刺していいってことこれ。刺していく。こんな感じできました。組み立て簡単。海馬と並べたらいいのかなこうやって。当時もう最強伝説のカードだったもんね、これね。っていうことで、もうどうする？ D 賞も見ます？じゃあこれ D 賞開封します。ドンマシュマロ。これ、マシュマロ、はい。これはね、なんだろう、これ。立つ？立った。じゃあ、いきますよ。ほいよ。いいね。めちゃめちゃいい。時の魔術師、いいね。ベビードラゴンを、1000年立たして、1000年ドラゴンにミレニアムドラゴンにするんですよね。うわ、かっこいいじゃん、これ。こんなフィギュアだって実際ないもんね。なんか、目覚ましテレビのなんとか何分、なんとか何分みたいなそうに見えるね。これなんだ？なるほど。クリボーだけなんだ？なんか、包まれてるぞ。クリボーこれ、かわいい。いいぞ。で、これはなんか立つってことなのかな？こんな感じでね、綺麗に台座が、ほい。はい。綺麗に全部、当てましたね。ストレートで。はい。わ、これいいね、これ。めっちゃ可愛い。ブルーアイズ、トゥーンドラゴン。うわ、これ、可愛い。遊戯ボーイ。君のカードは、すべて読まれてやるよ。めっちゃ可愛い、これ。何このアニメチックなポップ的なね、ブルーアイズが。で、これも台座があると。こうだ。はい。ちゃんとこれ立つんすよ、こんなして。これちゃんと刺さって、ほら、このブルーアイズがこう刺さるんですよ。で、こうやって立つと。で、とりあえずね、近くでね、ぐるぐる回転して、ゆっくり、じっくり見ていきたいと思います。じゃあ、アングル切り替えて。
はい、近くでね、ぐるぐる回転して見てもらいましたけれども、いかがだったでしょうかっていうことでね、フィギュアのね、造形、デッキっていうのは、完璧に求めすぎたらそれはね、キリがないんですけども、遊戯王シリーズで一番くじは初めてだと思うんで、いや、初めてにしたら、僕はめちゃめちゃ良かったと思いますね。これめっちゃいいよね、これ。めちゃめちゃ良くないですか？遊戯王って僕は小学校5年生の頃かな、あの時から遊戯王やってたんで、こういうフィギュアを見たらやっぱあの頃ちょっと思い出しますよね。めっちゃいいこの背景のカードたち。要は遊戯の主力カードたちと、海馬の主力カードたちね。だから今後遊戯王シリーズで第2弾とか出たら、城之内くんとか、クジャクマイだっけとか、ああいうシリーズのフィギュアが出てくるんじゃないかな。そして、ブルーアイズはね、やっぱ造形作るの難しい。ここかな？これが一番かっこいいかな。このアングルが一番かっこいいんじゃない？いいでしょう。これで、個人的にね、一番やっぱ良かったのは、こちら D 賞。思ったよりめちゃめちゃ出来いいです。これ可愛いな。おー、びっくりした。ブルーアイズ遠いとこだった。めちゃめちゃリアルにできてんのよ。後ろとかの。これフィギュア化するの大したもんよ。今後ね、こういうなんかちっちゃいシリーズいろいろ出してほしいですね。で、このブルーアイズトゥーンドラゴンね。ペガサスのトゥーンワールドに入ったブルーアイズね。めちゃめちゃ強かったよね。直接 ID 攻撃できるんで、こっちから攻撃したらダメージ通らないみたいな。さらにペガサスのね、ミレニアムアイだっけ？相手の読めるんでしょ？いやもう無理じゃん。あんなペガサス勝てるの。っていうことでね、はい。僕もね、遊戯王のカード結構コレクターでいろいろ持ってるんですけども、いつかね、僕が持ってるカードのコレクションを紹介してもいいのかなと思っております。ということで、はい。動画が良かったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、本日はね、遊戯王シリーズの一番くじを全フィギュア開封してみたという動画になりました。ご視聴ありがとうございました。以上、ジョジョ TV でした。ありがとう。バイバーイ。I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.